TK。ということでやっていきましょう。とうとうこの日がやってきましたか。白フェスかなこ様の捕獲。昆虫採取みたいに言わないで。この白フェスキャラクターを引き当てるには、まず風決勝で引けるんだがピックアップお祈りとなっているのでほぼ狙って引くのはかなり厳しい。そして神決勝で引けるピックアップお祈りは運が良ければかなりコスパがいい。ただ天井がないので運が悪ければいつまで経っても引き当てれないので恐ろしいガチャです。そしてラストに必ず仲間になる白フェスサイエマパックなんだけど、完全課金しないといけないものだ。ざっくり言っちゃうと4万円で貫突することができますよ。ぶっちゃけこれを買わせるのが運営の狙いなので、他のガチャの仕様は厳しいものになっている。その闇ガチャの真相をこの私が人柱ならぬ御柱になってやろうではありませんか。というのもこの子をゲットできるパックはステップアップ方式で、買えば買うほどお得に安く買えるというものになってるんだ。つまりほぼ強制的に他のやつも買わないとお得になれないのよね。1回目はまず1万で神決勝無償600個白フェスサイエマ1枚レポート絵札各種、育成アイテム各種となっているよ。ロスはプレイヤーは学生が多いのにこんな高いの出すのはちょっと。って感じなんだが楽に最強キャラを手に入れる方法でもあるぜ。ほぼ課金キャラなだけありやはり性能は高く設定されていて、強さは8750とエピックよりも圧倒的に高いんだ。そんな白フェスをガチャだけで獲得可能なのか検証していこうというわけだ。そういえばかなこ様の性能ってどうなったの？防御式だから心配ですよ。残念ながらかなこ様は、待って、嘘でしょ。無事にぶっ壊れです。いやぶっ壊れなんかーい。今回のキャラは本当にヤバい。豊穣の神ということもあってモリモリ性能。不遇の極みの防御式とは思えないほどに高性能なバフやデバフがついているんだ。まず能力がすごい。結界異常凍結帯電毒切り暗闇の結界1枚当たり要望、陰謀、クリティカル防御、クリティカル回避が1段階アップ。といったように、燃焼以外の全ての結界異常をバフにすることが可能。おお、それは組みやすくていいね。例えばイクちゃんみたいに帯電を配るキャラとも相性がいいわけですからね。燃焼は持ちキャラは陰行が多いのであんまり気にしなくていいしな。なのでどこでも連れて行きやすい。そしてブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップが可能で、有利属性に与えるダメージを 30% アップも持っているぜ。さらにさすがは防御式だけあり、なんと弱点がない。スキルについてはまず目を見張るのが再使用ターン数1ターン、つまり毎ターン使えるスキル1。自身の結界を1枚増加。自身に結界異常毒切りを3枚付与。自身の要望を2段階アップにていい。といったように1ターンで要望を5ランクまで上げることが可能。1ターンで要望5はでかいね。まあ実際は陰謀、クリティカル防御、クリティカル回避も3段階上がっているんだけどな。しかも毎ターン結界を増加することができて、常にグレイズをかけることができて、安定性が半端じゃない。毎ターン結界増加はやばいな。さらに要望に関しては二持続がターンなので無限上昇。なので常に要望のランクを上げることが可能。そうなると、高出弾の威力も毎ターン上がってくるということか。スキルには、相手全体に結界異常毒切りを2枚付与3手、相手全体のクリティカル回避を3段階ダウン4手、自身の霊力を 2.00 上昇。といったようにもちろん初期ターン3ブーストができる霊力を持ち、相手全体に毒切り、相手全体のクリティカル回避ダウンでクリティカルが狙いやすくなるんだ。これでわかるけど、防御式らしからぬデバフが入れられていますね。防御式といえば妖怪から受けるダメージ 100% 軽減みたいなグレイズの介護感を入れられがちですもん。そうそう、そこが違っていてそういうのは一切入ってないぜ。また陽光タイプなので毒切りと相性が良く、毒切りの相手の陽気低下を入れつつ高い陽光で殴れるよ。スキル3は大結界で、味方全体の要望を 30% アップ、相手全体の要望を 30% ダウン3手、味方全体のクリティカル攻撃を2段階アップ。ほほう、クリティカルを上げられるのか。もちろん要望が上がれば高出弾の威力を上げられるのでメリットだぜ。そして要望低下も可能。ここまでならまあまあやれるぐらいの印象なんだけど、スペルカード類のスペックがやべえんだ。まず単体の効果は、味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ、味方全体の命中を3段階アップ3手、相手単体の要望を3段階ダウン3手、相手単体に結界異常毒切りを3枚付与、と、スペカにしては効果が多いことと全て高品質。スキルでもクリティカルが高まる上に、単体スペカでも上げられるんだ。1ターンでクリティカル5段階配られるのは有能だよな。さらに命中も上げて安定性を高めつつデバフを盛るというものになっているぜ。単体でもブレイクができるんだ。そうそう、単体ではブレイクできないキャラが結構いるけど、単体でもブレイクが可能。しかも1ブーストだけで金属性が4つも乗せれたり、2ブーストで毒のブレイクも可能とコスパがいい。初期ターンはこの単体スペカを打っておくといいぜ。全体スペルカードは味方全体の陽光を3段階アップ3手、1味方全体のクリティカル命中を3段階アップ3手、相手全体の要望を2段階ダウン4手、といった感じで、本当に防御式か疑うぐらい攻撃バフと防御デバフが入っているんだ。単体スペカとの相性がいいバフなのも偉いし、デバフは4ターンと異様に長いのも有能だ。また全体スペルカードの初段にはクリティカル防御を下げる効果を持ち、必中かつ 140% というラスワカのような倍率の高出弾が入っているんだ。
全体スペカで必中140%高出弾持ちってマジで強すぎやて。特攻範囲は妖怪の山という妖怪特攻に次ぐ範囲の広さプラス5つの特攻を持っているので実質妖怪特攻を持っていて、刺さりやすい。全体スペルカードの特攻も高いのはナイスだわ。ただ全体のスペルカードのブレイクは1ターンに3枚と量は多くないな。そこは調整されているね。まあぶっちゃけ、最近は割れる子が多いからあんま気にならんと思うよ。そもそもの火力がでかいし、金属製と非属性で固められているしね。支援なしでどれぐらいの火力が出るのか見てみると。いやラスは火力やないか。支援ありだとマジでヤバかったよ。ラスはに関しては完全にマジなところでイカれていて、120% 歴代ナンバーワンの火力を叩き出せるぜ。120% でナンバーワンだとラスはの攻撃前効果は自身の要攻2を2段階アップ 3T、味方全体の要防2を1段階アップ 3T、相手全体のクリティカル回避を3段階ダウン 3T、相手全体に結界異常毒切りを3枚付与 3T、要攻2を2段階アップと要防に1アップありってマジか。実はこのミュウツーみたいななんとか2は通常の要攻と掛け算するものになっていて、1段階上がるだけでもめちゃくちゃな恩恵があるんだが、それを超強化することが可能。例としてインコーランクプラス5インコー2ランクプラス2が付与された場合、インコーは 2.5×1.64.0 倍になりますよ。そこにデバフを入れつつ、毒切りでデバフとブレイクが可能。おまけに味方の回復も可能だぜ。そしてこのラスワで脅威なのがこちらです。すべての弾に高出弾と特攻弾が入っているんだ。しかもこの高出弾の威力は初弾だと圧倒的ぶっ壊れの300%。通常の3倍だと、歴代で200% でも最強だったのに、それをはるかに上回る300% を保有。しかも初弾だけではなくて、最後の弾まで入っている始末。かなこ様また戦犯するつもりか。間違いなくインフレの戦犯です。他の弾も 120% と非常に高く、さらに特攻にはもちろん妖怪特攻があり、それがほぼ全弾に装備。謎の女神の正体はワンパンマンでした。と、言ったように弱い点がほぼなし。スキル3がなかなか使えないぐらいかな。このように火力の高さに目を行きがちだけど、地味にエグいのが霊力配布の達人というところ。なんと単体でも味方全体でも霊力配布が可能。しかも 0.7 とか1とかそんなチャチなものではなく、1.5 という霊力配布にしてはでかすぎる量を単体でも全体でも可能。これ味方全体によね。味方全体です。ヤバタニエンやん。さらに特性でターン開始時、自身の霊力を 0.90 上昇発生率 70% という約霊力1上昇を高確率で毎ターン補給することが可能。霊力が枯渇することは絶対ないね。さすがはほぼ課金しないと手に入らないだけのキャラなだけあるわ。そんなぶっ壊れキャラのかなこ様を引いていくぜ。風結晶で引く日ピックアップと神結晶で引けるピックアップガチャがあるけどどっちで引くの？それについては検証も兼ねてどっちも引く予定だ。日ピックアップでも出るのか？神結晶ではどの程度で出てくれるのか？ってことね。もし今回のガチャで貫突まで行けばこちらの白フェスパックを崩壊させることができるということだ。ということは、全プレイヤーの命運がマリサさんにかかっていますね。いや見取り引きで逃げるな。しっかりと回す前に幸運のウサギちゃんになでなでしておこう。いざ、取りに行くぞ。目標は10連で貫突だな。さすがに無理ゲーでしょ。まずは非エピックアップから引くぜ。こちらはワンチャンピックアップのエピックが出るかもなので安心感はあるね。私らの中ではピックアップがおまけというね。ちなみに今回アリスと社名丸あやがいるけどどっちを引くの？回復式がレアなのと禁止解除枠が欲しいので、今回はアリスの方を一応引くよ。まあ狙うはかなこ様なんだが、ということで早速引いていきましょう。まずは10連。いつも思うけど、そろそろガチャの演出面白みのあるものにしてほしいよね。あまりにもシンプルすぎるからな。ということでまず10連目やっていくぜ。いきなり虹2回目。結晶が虹色の状態からエフェクトが発生し、再度虹色になった場合はキャラと星5札が確定するという仕様となっていますよ。さあ、とりあえず1枠仲間キャラが出たぜ。これはいきなり獲得というワンチャンありそうだ。そして出てきたのは、当たったのはレイセンちゃん、レイセンちゃんは後でいっぱい遊んであげます。この人に当てられたキャラたちがかわいそう。まあ早々に当たるもんじゃないよな。続いて20連目行ってみよう。緑からのスタートか。緑で展開された時の絶望感半端ないですよね。演出が長いので飛ばすけど結果的には虹まで来たぜ。仲間キャラは出るか？その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。さあどんどん参りましょう。テンポいいですな。続いて30連目行ってみよう。とりあえずなんか起きてほしいところだな。まあ、大体こういう30連目は激アツ展開が来るもんですよ。いや変なフラグ立てようとしないでくれます？
さあ虹まで来たぜ。風結晶が緑から虹色まで昇格したのはかなり期待が高まりますよ。とりあえず仲間キャラ2体出るようですね。ここでやっとスタートラインに立ったわけだが一体誰が来るのか？それでは1人目開いてみましょう。リバースカードオープン。私は秋静葉。1人目は静葉お姉ちゃんだぜ。妹はすでにエクストラの準備をしていますが、姉子も出してくれるのでしょうか。では気を取り直して、2体目の方行っていきましょう。2人目は一体誰が出るのか。リバースカードオープン。天才美少女造形師アリス・マーガトロイドよ。おー、エピックアリスマーガトロイド来たー。まあ本命ではないが、同じ周年記念キャラが出たぜ。本来は本命ですけどね。アリスは再使用ターン2のスキルを2つ持つ支援が得意な因効燃焼型の回復式。特に2ターンで使える禁止解除が魅力のキャラです。どれだけ刺さるかまだ未知数だが禁止解除は何本持っててもいいですからね。ではアリスの方は、もう引いちゃったので、運が良ければあと20連であやちゃんも出るかもしれないからこっちで引いてみるよ。ちなみに今回のあやの性能ってどんな感じなの？エピックって高い性能にあまりさせないんだけど、その中でも抑え気味な印象だったぜ。社名丸あやさんって公式的に最強キャラクターなのにロスはでハフグー。そんなあやさんも救ってあげたいんだが。みんな大好き爆死でございます。飯うま。この開く前にわかる爆死。絵札は星3枚抜きで、このユーカリンの絶対的火力は陰光3段階アップとかなり優秀な絵札なので嬉しいところだ。かなり古い絵札だけど全然使えるよね。さあ続いて引いていきましょう。風結晶はこれでラストの50連目です。にしてもこのロスワのガチャの演出って東方感あんまりないし、長いのよ。風結晶がロスワで大切な要素なのはわかるけど、キャラクターがわちゃわちゃする感じの演出作ってほしいよね。とりあえずは虹まで来た。さあ何が出てくる？なんとか仲間キャラ1人確定だけど、さあ誰が出るのか。まず絵札1つ目は稲葉亭ちゃんさん。これは幸運があるってことじゃないの？かなこ様来るか？続いて社名丸あやの絵札。幸運のうさぎが続いて、社名丸あやの絵札ってことはエピックあやの流れじゃない？果たして誰が出るのか？やあやあ。我こそは旗の心なるぞ。いや心かーい。幸運のうさぎが続いて、社名丸あやの絵札でワンチャンあやの方が出るかと思ったが幸運ではなく、ていちゃんさんの詐欺でした。可愛いので許しましょう。といった感じで、やはり風結晶で引いても出なさそうだぜ。何百体もいる中でピックアップで狙うのはやっぱり無謀というやつですな。しかし、保険としてピックが狙えねるので、多少安心感があるね。まあ大体の人はかなこ様より人気投票の高いあややアリス目的で引くと思いますけどということで次はピックアップされている神結晶で引いていくぜ。ここからが本番といったところですよ。ちなみに神結晶の数は3500個あるので50連引けるぜ。ちなみに無課金で貯めたやつです。相当苦労して貯めましたね。アカウント初期化してからずっと貯めていたやつです。これを使って引いていくよ。神結晶は必ず確定で、一体キャラクターが当たるので安心感はありますね。なので演出は虹のところからスタートにするよ。全部見てたらやたら長なるからな。ということで、しっかり豊穣の神にお祈りをしておいて、いざ、神結晶で引くぜ。狙うは10連でかなこ様4体抜きだ。はーい、頑張ってー。いや適当すぎでしょ。さあ仲間の数は、確定の1枠。これは爆死の予感ですな。もう絵札からわかる爆死だな。パルシの絵札とかヒナの絵札とかよく見るやつ出てるな。しかも星さんもめっちゃ出てるよ。さあ果たして仲間キャラは一体。やっぱりそうだよね。まあそう簡単にはいきませんよ。一発目から出たら面白くないもんな。負けずに次行きましょう。さて神決勝20連目。頼む、かなこ様出てくれー。また仲間キャラ一体。これはどうなんだ？当たれば別に何でもいいんだ。頼むぜ。まず最初の絵札は幸運のうさぎちゃん。今回はマジで幸運にしてくれるかも？そして手前の絵札はかなこ様の巫女であるこちやさなえ。くるくる。これはかなこ様が来る前兆でしょ。さあラストに出るのは。そして30連目と40連目も。おいおい、また仲間一人かよ。流れが悪いな。まあ、最後に当ててしまえばいいだけの話。伊吹スイカ。見ての通り、鬼だよ。
鬼ちゃんかーい。というか、初期だから仕方がないけど、さすがに鬼のスイカの声のチョイス可愛すぎやて。やばい。あと10連で4体当てないといけない。あ、まだ4体当てる気なのね。さあ泣いても笑ってもラストでございます。神決勝50連目、計100連目。果たしてマリサ部長はかなこ様を引き当てることができるのであろうか。必ず当ててみせる。みんなのためにも我が信仰すべく神、かなこ様のためにも、引いてやるぜ。なんか読み込みが長いような。これはありそうな雰囲気ありますよ、多分。よしよしよし、とりあえず虹も2回目来たぜ。これは激アツだー。おお、仲間3体来た。これはかなり熱いですよ。さあまず1人目を開いてみましょう。1人目は、幻想郷の賢者、鬼神、マタラオキナだ。マタラオキナかー。でもオキナとかあんまり出るイメージないから他の2つも期待できますよ。なんか安心感欲しいから2体目で出てくれ。地獄の妖精クラウンピースだ。残念ながら2体目はクラウンピースです。まずい。非常にまずい。このままでは全ロスはプレイヤーに夢と希望を与えてあげられない。しかしラストチャンスがある。これにかけるしかねえ。頼むみんな、オラに希望を分けてくれ。さあ正真正銘ラストの1人。果たして誰が出る？私の名前は、八坂かな子。どこか力強い名前に感じるわね。不思議な気分だわ。おー、かなこ様来たー。信じてたぜ。最後の最後で、あなた様が降臨することを。マジか、まさかのラストのラストで白フェスかなこ様を当てた。神引きとまでは言えないが神決勝50連でピックアップの白フェスかなこ様を引き当てることができたよ。つまり、1万円課金すれば50連できるので4万円で引き当てることができるのか。まあでも運が絡むのでやはり値段がそんな変わらないのでこっちを買う方がいいな。とはいえ、私たちみたいに推しキャラはちゃんとガチャで引き当てたいという方にはかなりいい情報になりましたね。だいたい神決勝があれば50連ぐらいで引き当てられそうだということが分かったのは大きいね。視聴者さんもぜひこれを参考に白フェスをうまく獲得してくれ。もし少しでも役に立ったと思ったらチャンネル登録はハードルが高いと思うのでコメント、高評価だけでもよろしくお願いします。また詳しい 4.5 周年の情報はこちらでまとめているから合わせて見ていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。